こんにちは、みじゅりーです。今日はこんなリクエストをいただきました。ポンポンチャームって作れないですか？ぜひ作ってみていただきたいです。そして YouTube でもということで作ってみました。YouTube でもということで作ってみました。こういう感じで前にポンポンのまん丸ポンポンの作り方の動画を上げたと思うんですが、その時に作ったポンポンを利用して作ってみました。2連で今回作ってみましたが、1連で作っても可愛いなと思うので、1連と2連と両方作り方をご紹介したいと思います。で、もしかぎ針編める方は、この紐かぎ針で編んでいるので、その方法もご紹介しますが、編み物できない方も、この紐は市販の何か代用できそうな紐だったら作れるので、編み物できない方もよかったら見てみてください。はい。では、材料と道具の紹介をします。まずお好きな毛糸ご用意ください。私のおすすめは、並太のアクリル毛糸です。これは浜中さんのアクリル並太トップ染めという毛糸ですね。この色ですね。あとは七色彩色をまた使いました。とかぎ針、今回は3号を使います。並太はもうちょっと太い糸を推奨していると思うんですが、これも5号推奨になってるんですが、3号を使います。この紐を編むのに使うんですけれども、ちょっときつめにしっかりめに編みたいので、小さめの号数で編んでます。これはお好みでご用意ください。あと、糸切りばさみというか、このポンポンを作ったり、タッセルのこの長さを揃えたりするときによく切れるハサミご用意ください。私のおすすめは楽天ルームに載せてます。これメモ帳なんですけれども、タッセルを作る時にぐる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 何回も糸を巻くのに、ちょっとその辺にあったメモ帳を私は使ったんですが、だいたい8センチから10センチぐらいの、長さがある厚紙とかで代用できます。そういうのをご用意ください。あととじ針ですね。はい。では早速やっていきましょう。はい。じゃあまずパーツを作っていきたいんですが、この、ポンポンの作り方は以前に動画出しているので、そちらで見てまん丸ポンポン作ってみてください。いくついるかというと、これ私が作ったのは12345 5個使ってますが、この先ほども紹介したようにこういう一連の
やつだと3個でもいいし、ここに1個、ここに1個ずつで3個で作ってもいいし、本当にお好みだと思うので、必要個数作ってみてください。ポンポンの作り方はちょっと割愛します。タッセルの作り方を今回はちょっとご紹介しますね。先ほども言ったように、こういうメモ帳とかちょっと厚めの紙を用意してください。好きな色の並太毛糸を巻いていきます。巻く回数なんですが、私作ってみて思ったのは、これが60回巻いてるんですけど、2つこう並べると60回だとボーンってこう大きくなりすぎるので、50回、こっちが60回、こっちが50回でちょっとだけボリュームが違うの分かりますかね。60回、50回。この辺も好みなので、好きなように作っていただいて大丈夫です。私は今回50回でやっていきたいと思います。50回巻いていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、50回巻けたら糸を切ります。で、少し長めに糸を30センチぐらいかな、切っておいて、これを抜きます。抜くときに真ん中に指を入れて抜いてください。この真ん中のところに今切った糸を入れて、もう一回入れて、で上でギュッと結びます。結びます。ギュッ。もう一回結んでおきます。はい。ギュッと結んだら、真ん中を持ってちょっと形を、毛並みを整えて、ちょっと置いておきます。一回。糸を60センチぐらい糸をもう一本用意して、タッセルのこの頭の部分を作っていきます。ちょっと形を整えながら、丸くなるようにイメージしながら手でギュッと持ちます。こっちの糸は10センチぐらいのところで折り返して、輪になった方を手前にして、こっちに輪があります。こっち糸端で、このまま10回ぐらい巻いていきます。この時ここがちょっと丸く、こういう感じでポンポンみたいな感じに丸くなるようにちょっと形を整えながら、できるだけきつめに10回巻きます。4、5、6、7、8、9、10。はい、10回巻けたら、さっき残しておいたこう輪っかの方に中から糸をくぐらせておきます。こういう感じ。そして
こっちの糸端をギュッと引っ張るとギュギュギュッと引っ張る、こういう感じでこの結んだところがこのぐるぐる巻いたところの中に入るようにギュッとしておきます。したらこっち側はギリギリのところでカットしちゃいます。こっちはもうそのまま残しておいて、そのタッセルの糸となじませてしまいます。はい、そしたらこっちの輪っかになっている方を全部真ん中で切って長さを整えます。ちょっとボリュームがあるので長さ整えにくいんですが、こうやって手でやってはみ出たところを切ってもいいし、紙を筒状に紙をくるくるっと巻いて、で出たところを切るでもいいです。ちょっと長さを整えます。ループが残っていないようにこう確認しながらできるだけ長さが揃うようにカットします。はい、タッセルができました。そしたら並びを考えていきますね。今回はこれと同じように5個並べていきます。このトップのポンポンは残りの4つよりもちょっと大きめのポンポンにするとバランスがいいかもしれないです。こういう風に無地で合わせてもいいし、ちょっと違う素材のものでもこういうアマリートで作ったポンポンとかでも可愛いかなと思いますね。どうしようか、これでやってみようかなと思います。はい、でタッセルを2つ用意しますね。タッセルは同じ色にしてもいいし、ここも色を変えてもいいし、どっちでもいいかなと思います。うるさいかな。これでやっていこうかな。こうかな。こうしようか。こうしますね。今回はこれで作っていきます。そしたらこのタッセルと同じ糸を使っていきます。はい、この糸を使っていきます。このタッセルの頭、この結んだところにかぎ針を
入れて、糸を引っ掛けてきて抜きます。糸端10センチぐらい残しておきます。鎖編みを1回編みます。はい。ここからきつめに鎖編みを編んでいきます。こういう感じで鎖編みを60センチぐらい編んでいきます。はい、こんな感じで60センチぐらい鎖編みが編めましたので、10センチぐらい残して糸を切ります。で、かぎ針から抜いておきます。とじ針にこっちの糸を通して、こっちの糸端はタッセルの中に糸始末しちゃいますね。ちょっと何回かここにくくりつけて、でタッセルの中に入れ込んで、ちょっとなじませて切っておく。はい。で、こっち側とじ針に通します。はい、こういう感じで通しておきます。で、順番を考えながら、こういう風に通したいので、ポンポンのできるだけ真ん中中心を通るようにポンポンを通します。ちょっと紐が太いと、こうポンポンの紐を通した時に抜けちゃうので、はい、ちょっと慎重に通してあげてください。で、大きめのポンポンに通して、でここはチャームのこの輪っかにしたいので、ちょっと長めに残しておいて、また戻ります。
ちょっとこの紐はもう少し細い糸で編んでもいいかもしれないですね。ちょっと通しにくいです。ポンポンの色とか形のバランスを見ながら通していきます。よいしょ。はい、こんな感じで、最後にタッセルの頭に1回結んで、ここで1回結んでしまいますね。で、この余った糸をタッセルの中に入れちゃいます。硬いです。はい、取った。で、とじ針を取っちゃいます。ちょっと形を整え直して、余った糸は一回この鎖、ちょっと長めに鎖編んだので、このまま結んじゃってもいいんだけど、ちょっと長すぎたのでほどこうかなと思います。ちょっとほどけないので切ります。あ、はい、ほどきます。で、ちょうどいいぐらいのところでまたループを止めておいて、で結んでおきますね。中で見えないところではあるんですが、できるだけこう目立たないように綺麗にしておきたいので、こういう感じで結んで短めにして切っておきます。はい。で、タッセルをこう戻します。タッセルがやっぱりちょっと崩れちゃうので、形を整えて、このてっぺんのところ一回結んでおいてもいいかなと思います。はい、こんな感じでどうでしょうかね。
2連のタッセルができました。かわいい。はい。じゃあ次、もう一つ、一列のタッセルも作ってみたいなと思うので、ちょっと色を考えます。ポンポンの数も2個3個にしてもいいし、2個にしてもいいし、1個にしてもいいし、いろいろなんかね遊べそうなので、いろいろやってみてください。どうしようか。これでやってみようかな。じゃあこれでさっきと同じようにやってみます。この糸と同じ糸を用意して、同じようにタッセルのここ結んだところ、ここに針を入れて10センチぐらい糸端を残して糸を引っ張っていきます。はい、で鎖編みを1回してしっかりくくりつけます。ここからまた鎖編みを編んでいきます。今回一列なので一連なので、さっきは50センチ60センチぐらい編んだんですが、何センチだろう、30センチぐらいでいいかもしれない。ちょっとやってみます。はい、30センチぐらいになるまで鎖編みを編みました。したらさっきと同じように10センチぐらい残して糸を切ります。かぎ針を引っ張って糸を抜いておきます。こっちの糸端を先にやっちゃいますね。糸始末をしておきます。同じようにこの頭のところに2回くらいくくりつけてからタッセルの中に針を通してタッセルの糸に紛れ込ませてしまいます。はい、でこっちをまたとじ針に入れてこうしてで順番をちょっと考えてポンポンに通していきます。通しやすい方向ってあるのかな。なんかちょっと通しやすい方向がありそうな気がするので、入れてみてちょっと無理そうだったらまたちょっと一回抜いて位置を変えて、また別の箇所に刺してみるのがいいかもしれないです。無理にやるより。
爪通します。ちょっと紐はこれと同じ糸じゃなくてもうちょっと細い糸がいいかもしれないですね。結構硬いですね。ちょっと中心がずれたのでもう一回やります。通らないのでこっちにしてみます。あ、通った。通りにくい素材とかもあるかもしれないです。通りました。そしたらここをループにしたいので、どうしようかな。ここで一回結んでしまって、こんな感じで一回ここで結んで、でまた戻ろうかな。はい。ね、こういう感じで。で、これはできるだけポンポンの中に隠れるように結んでおいて、で切っちゃいます。ちょっと形がやっぱり崩れてしまうので、形を整えて、はい、こんな感じでできました。この素材が違うのもまた可愛いですね。はい、こういう感じでいかがでしょうか。なんかカゴバッグにね、こうつけたりとか、お部屋に飾っても可愛いかなと思います。はい、今回はポンポンチャームの作り方でした。また次回の動画でお会いしましょう。こんにちは、みじゅりーです。今日はクローバーさんの展示会に来ました。展示会だけじゃなくもう一つミッションがあるので、それがドキドキしてます。いけるかな。また